どうも、男中村です。京都の伝統的なお漬物で松ヶ崎漬けっていうのがあるんですよ。松ヶ崎っていうのは地名です。松ヶ崎っていう地域で漬けられてたお漬物なんですよ。それは菜の花を乳酸発酵させて漬けたもんなんですよ。昔松ヶ崎の一帯は耕作地でして、春に菜種油を取るために油菜を植えて、油菜を収穫した後にお米を植えてました。ここは地下鉄松ヶ崎駅です。これは4月11日に撮影したものです。4月11日といえばもう菜の花が咲き誇るシーズンですよ。今の松ヶ崎周辺は菜の花畑なんて見る影もありませんけど、昔はこの季節一面菜の花畑だったらしいですよ。その菜の花を間引きしたものを漬物にして保存食として食べてました。それぞれのお家によって漬け方があって、お家によって漬け方が違ってたみたいです。基本的には菜の花を乳酸発酵して漬けるっていう、それは共通してます。ぬかを使ったり、ぬかをちょっとだけ使ったり、ぬかを使わなかったりとかあったみたいです。今は京都の有名なお漬物屋さんでも菜の花漬けとか売ってますけど、あれはもう調味液につけただけの乳酸発酵してない漬物なんですよ。伝統的な製法で乳酸発酵させた菜の花漬けっていうのは全く見かけないんですよ。乳酸発酵させて漬けた松ヶ崎漬けっていうのを私ウェブで調べて探したんですけど、唯一見つかったのが上賀茂にある林慎太郎商店っていうところで乳酸発酵させた松ヶ崎漬けを売ってるみたいです。他にも作ってるとこはあると思うんですけど、小規模だったりウェブで宣伝してなかったりして、なかなかその情報にたどり着くことが難しいんですよ。だから私が調べた限り唯一林慎太郎商店が見つかったというわけです。それでそこに買いに行こうと思ったのが4月11日のことでした。買いに行く前にスマホでまた調べてみたら、今期分はめでたく完売となりました。早っ、まだ4月11日でしょう。当店名物幻と呼ばれる松ヶ崎漬けって書いてありますよね。やはり幻なんですね。入手困難ですよ。それで松ヶ崎漬けは買えなかったんですけど、この林慎太郎商店というお店はですね、無添加のお漬物ばかりを作っているみたいなんですよ。京都にいっぱいお漬物屋さんありますけど、名の知れたお漬物屋さんは添加物使ってますよ。添加物を使った方が手間暇コストを抑えることができますから、企業として添加物を使うことは私は決して否定はしません。そんな中でも無添加のお漬物を作ってるっていうんですから、ちょっと気になったもんで、また日を改めて上賀茂にある林慎太郎商店に行ってきました。行ってみて分かったんですけど、ここでは店頭では販売してないみたいです。近隣のスーパーに卸してるから、そこに行って買うかネットショップで買うかっていうのがスタンダードな買い方ですね。けどお店で唯一きゅうりのぬか漬けなら売ってますよっていうので、きゅうりのぬか漬けを買ってきました。きゅうりのぬか漬けは家でも漬けてるから、これは美味しかったですけど、驚くほどの味ではなかったです。我が家のぬか漬けも負けてませんよ。我が家のぬか漬けは修羅場くぐってますからね。この動画を見てもらったらわかるんですけど、その修羅場を超えたからといって美味しくなるという問題ではないんですけどね。というわけで松ヶ崎漬けが手に入らなかったので、自分で作ることにします。いや、買えたとしてもそれを食べた上で自分で作るんですけどね。松ヶ崎漬けはお家によって漬け方が違ってたっていうことなので、中村家の漬け方で漬けようと思います。中村家の漬け方っていうのは、要するに私の自己流ってことです。私がやりやすい、こんなんでいいんじゃないかっていう方法で漬けることにします。そしたらこれを漬けるにあたってちょっと苦戦したんですよ。苦戦した理由っていうのが不注意だったり怠慢っていうのがだったんですけど、でも苦戦しながら松ヶ崎漬けを漬ける様子をご覧ください。菜の花を買ってきました。これは滋賀県産です。まず菜の花を水洗いします。それでざるにあげて水分を切っておきます。このガラスのボウルで漬けようと入れたんですけど、菜の花が多すぎてダメですね。漬物だるに菜の花を入れます。唐辛子、菜の花の 2% の重さの塩、混ぜます。落とし蓋をして重しを乗せます。蓋をしました。
実はここで懸念材料がありました。菜の花っていうのは塩に強いんですよ。2% の塩してつけたんですけど、2% ぐらいでは浸からないんじゃないかなって懸念があったんですよ。そのことについてこの動画でちょっと実験したことがあるんですよ。どんな実験かと言いますと、菜の花を 3% の塩水に1日つけて置いておいたんですよ。比較として菜の花だけでなく小松菜も同じように 3% の塩水に1日つけました。それで1日経ったら小松菜は当然お漬物みたいにしんなりしてしまいました。ここでクイズです。菜の花を 3% の塩水につけて1日つけたらどうなったでしょうか。この動画を見てた人は知ってるんですけどね。1、菜の花もしんなりした。2、菜の花はシャキッとした。3、菜の花は溶けた。4、菜の花は爆発した。さて、正解はどれでしょうか。正解はですね、2の菜の花はシャキッとしたです。そうなんですよ。菜の花は 3% の塩水につけたらしんなりするどころかシャキッとするんですよ。だから今回は 2% の塩にまぶして重しを乗せたわけでしょ。それで浸かるかどうか心配だったんですよ。蓋を取ってみましょう。菜の花は全然浸かってないぞ。また重しを乗せて少し体重をかけてみました。さて、どうなってるでしょうか。うわ、使ってへん。使ってないだけじゃなくて表面が少しヌルヌルしてます。シャキッとしてるのにヌルヌルしてるんですよ。これはやばいかも。菜の花は湯通しすると塩が染み込むようになるんですよ。だから今更ながら湯通しします。鍋にお湯を沸かします。ざるに菜の花を入れて、そこに熱湯を浴びせます。そして水で洗います。この水の色やばくないですか。菜の花の表面のヌルヌルを洗い流したら水がこの色になったんですよ。そして水分を絞り、また樽に入れます。水分を絞り、樽に入れる。全部樽に入れました。また 2% の塩をして混ぜます。落とし蓋をして重しをして蓋を閉めました。蓋を開けて重しを取って落とし蓋を取ると、見た目にはちゃんと使ってますが水分が上がってないんで、それとかさが減って漬物だるでは大きすぎるようになったんで、ガラスのボウルに移し替えます。手で押さえて、今少しつまみ食いしました。ちょっと腐った味するな。ダメやな。回復してくれると信じて重しをして、さらに押さえて水分が上がってくるまで押さえました。このまま置きましたけど、腐った味は強くなる一方でした。結局これはダメでした。菜の花は表面に強いコーティングがあるから普通につけても浸からないんですよ。だから湯通ししてコーティングを壊してからつけなければいけないんですよ。分かってたことなんですけどね、なぜか普通につけてしまいました。あと塩もみして表面に傷をつけてつける方法もあるみたいですけど、私は湯通しの方が慣れてるんで、湯通ししてもう一回つけてみようと思います。京都産の菜の花を買ってきました。これをざるに入れて熱湯をかけます。そして水で洗います。ほら、水は濁らないでしょ。これが普通です。それで水分を絞ります。全部水分を絞りました。 2% の塩混ぜます。
唐辛子少し入れます。混ぜます。ジッパー付きの袋です。この袋に入れます。袋を押さえて空気を抜いてジッパーを閉じます。これを常温で置いておきます。また袋を押さえて空気を抜いてジッパーを閉じます。汁がこぼれても大丈夫なようにバットに入れておきます。また袋を押さえて空気を抜いてジッパーを閉じます。また袋を押さえて空気を抜いてジッパーを閉じます。これで空気がほとんどなくなったんで、このまま放置しておきます。ジッパー付きの袋でつけるときは、袋を押さえて中の空気を抜いてジッパーを閉じて、それで汁がもしこぼれても大丈夫なようにバットとかタッパーでも何でもいいですよ、なんか入れ物に入れておきます。それで常温で置いておきます。そうすれば乳酸発酵してくれます。漬物石でつけるときは、これは腐ったやつの画像なんですけど、汁が上まで上がって漬物本体が空気に触れないようにします。乳酸菌は空気がない環境が好きなんですよ。また逆にカビとかは空気がある環境が必要なんですよ。だから袋の空気を抜いて閉じたり、水分に浸かった状態でつけたりすることによって空気に触れなくしてカビの発生を抑え、乳酸発酵が進むっていうことになります。はい、このようになりました。もうこれ乳酸発酵がちゃんとしてますから、この状態で半永久的に保存できますよ。それではこれを食べてみます。まずはちょっと匂い嗅いでみますね。普通だ。菜の花の匂いしてますよ。じゃあこれをお皿に取り出して食べてみます。ではいただきます。うまい。ちょっと唐辛子がピリッとしますね。でも優しい味わいですよ。酸味は思ったより強くないですね。もっと長いこと置いといたらもっと酸味が強くなると思います。でも確実に乳酸発酵してるから、発酵による何とも言えない旨味があるんですよ。今でも口の中に余韻が広がってます。美味しいです。言うたらただの菜の花漬けなんですけどね、乳酸発酵させる漬け方っていうのがもうほとんどやってるところがなくて、こういうのを存続させていきたいですよね。林慎太郎商店さんでは店員さんから教えてもらったんですけど、松ヶ崎の農家の方から直々に菜の花漬け、松ヶ崎漬けの漬け方を教えてもらったみたいです。それで大量にトラック1杯分とか菜の花を収穫してそれを漬けるんですけど、漬けると量がシュンとなるでしょ。それでもって根強いファンの方がいて、予約でも10袋20袋って買う人がたくさんいるらしいんですよ。それで私のような一元さんが買おうと思ったらもう売り切れてるっていうことになってるみたいなんですよ。松ヶ崎漬けはフレンドマートっていうスーパーで私行ったことないんですけど、そこには卸してるみたいなんで、そういう伝統的な漬け方を守ってくれるお漬物屋さんがいるっていうのは嬉しいですね。応援したいと思います。動画の説明欄に林慎太郎商店さんのウェブサイトのリンク貼っときますね。私もわずかながらこうやって動画で伝統的なお漬物の方法とかを自己流ですけどね伝統中村家式の松ヶ崎漬けなんですけど、うちは松ヶ崎じゃないんですけどね、こうやって動画でお伝えさせてもらってます。乳酸発酵させる漬け方の方法は、ジッパー付きの袋でやるときは袋の空気を抜いてジッパーを閉じる、もうそれだけです。そしたらもう真夏の暑い時でも袋の空気さえ抜いてちゃんと閉じてたら、真夏の暑い時でも腐らずに乳酸発酵しますからね。いろいろ乳酸発酵させる漬物を挑戦してみてください。体にもいいです。2週間毎日一口でもいいから毎日食べ続けたらお腹の調子変わりますからね。もう
確実に変わりますから、私が保証しますから、ぜひお試しください。この動画が面白いとかためになったって思ってくださった方は、いいねとチャンネル登録をお願いします。このチャンネルではこんな感じでちょっと変わった料理の方法とかを週に1回ぐらい、最近はちょっと週に1回ってペースが難しくなってきてるんですけど、週1回を目標に更新してます。他にもブログ、ツイッター、インスタグラムもやってます。ブログはもう10年以上やってまして、今までの全ての情報がブログで見れますんで、興味のある方は男中村で検索してみてくださいね。はい、今回は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。